こんにちは。今日は中途半端に残った糸を使ってカラフルなバッグを作っていきます。私はいろんなものを作るので、どうしても糸が残ってしまいます。それを使って今回は楽しい色のバッグを作っていきます。私が今回用意したのはリサイクルコットン 100%。一種類でなくても同じ針で編んでいけたら違う糸でも大丈夫です。一応この糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100% アップルグリーン、こっちはブルー、こっちはパープル。これは今シーズンの色です。これはその以前の色、お家にあるもので使っていきます。でこれを今回は2本一緒にして編んでいきます。2本一緒にした場合だいたい 2.5 ぐらいに見えるかと思います。これを今回は7号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。最後に使った量を書いておくので、それを参考にしてもらって糸を用意してもらうといいと思います。今回のバッグの作り方はここから編んでいきます。普段はそこからぐるぐると編んでいくんですが、今回はこの作りたいバッグの約2倍の鎖を編んで、それを往復編みで帯状に編んで半分に折って、で脇を閉じ合わせます。で袋状に作ります。なのでまずこの鎖の数は作りたいバッグの約2倍。その2倍はここから測るのではなくて、ここからそこまでだいたいこの2倍で編んでいきます。最初の鎖の数をこの長さの2倍になるように鎖を編んでいきます。私は今回これよりももうちょっと深めにしてだいたい33センチ、これは約29センチ、これよりも少し深くなるように編んでいきます。で33センチ ×2 でだいたい66センチで66センチの鎖を編んでいきます。それから今回は6の倍数プラス3の数に当てはめます。でまたこの鎖は鎖の状態よりも出来上がりが少し短くなるので、ちょっと長めに鎖を編んでいきます。私は今回鎖を105編んでいきます。6の倍数プラス3であればどんな数でも大丈夫です。私は105で編んでいきます。これからいろんな糸を使って本体を編んでいきます。ただこのハンドル部分は単色で編んでいく方が合わせやすいと思います。なので多めにある糸をこの部分のために残しておきます。その方が作りやすいと思います。並べてみて好きな配色にします。私は今回この紫から始めていきます。糸は2本一緒になっています。鎖を編んでいきます。この時の鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。この鎖は作りたいバッグの約2倍で、好きな長さまで鎖を編んだら、それを6の倍数プラス3に当てはめます。このまま必要な長さまで鎖を編んでいきます。次は長編み1つの代わりの鎖を編んでいきます。最後の鎖を指で押さえます。ここから鎖を3つ、1、2、3、針から
4つ戻って5つ目に長編み。表でも裏でも大丈夫です。1、2、3、4、5。5つ目に長編み。これで鎖と長編みが1つ。次から模様編みをしていきます。足元2つ飛ばして3つ目に長編み。鎖1つ。同じところに長編み。鎖1つ。同じところに長編み。これで扇形ができました。次はまた足元2つ飛ばして3つ目長編みをします。1、2、3。扇形と長編み1つ、これを繰り返していきます。また足元2つ飛ばして3つ目に扇形。長編み、鎖、同じところに長編み。鎖、同じところに長編みで、これで扇形。扇形の後は長編み。次また扇。端の近くまで来ました。これが最後の扇形。足元2つ飛ばして3つ目に長編み。最後も長編み。長編み2つになりました。これで1段目が終わりました。次も同じ糸で編んでいっても大丈夫です。この糸がなくなるまで続けても大丈夫です。ただその場合はこの糸を少し残しておきます。この本体を往復編みで編んでいって、本体が出来上がったらこの端を閉じ合わせていきます。その時に使えるようにこの1段目の糸は少し残しておきます。私は次の糸で編んでいこうと思っています。1列ごとに糸を変えて編んでいこうと思っています。で、今編んだ長編みの少し戻ってこれを新しい糸で引き抜きます。後ろに添えてこの新しい糸で引き抜きます。これで色が変わりました。
でまた鎖を3つ、1、2、3、裏返します。隣に長編み、ここは鎖の根元、ここではなくてここに長編み、次は下の扇形の1つ目の長編みの上、ここに長編み、次はこの鎖下のスペース、ここに針を入れて長編みをします。次は真ん中の長編み、これで長編みが4つ。次は扇形、この扇形と扇形の間の長編み、ここに針を入れて扇形を作ります。長編み、鎖、長編み、鎖、同じところに長編み、これで下の扇形の間に扇形、こんな感じで編んでいきます。下の扇形の真ん中、ここに長編み、でまた間に扇形、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、扇形が交互になっています。次また扇形の真ん中、扇形、で真ん中、こんな感じで繰り返していきます。で端まで編んでいきます。でここまで編んでいきます。2段目を編んで端まで来ました。これが最後の扇、下の扇形の真ん中に長編みを1つ、次も長編み、この鎖の下のスリット、次はこの長編みの上、次はここ、最後はこの鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目のこの上が2本、下が1本、この位置に針を入れて長編みをします。
で2本から引き抜いて、あともう一度引き抜いて完成させてしまわずに、ここで色を変える場合は新しい色で引き抜きます。色を変えない場合はこのまま続けます。でちょっとさっきの糸を切り忘れていたので、これは切っても大丈夫です。これが3段目にしようと思っている糸、後ろに添えて新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。また鎖3つ裏返します。でこの水色は切っても大丈夫です。次は3段目で、隣に長編み、足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に扇形、1、2、3、鎖、長編み、鎖、この1段目と扇の位置が揃っています。交互になるように編んでいきます。次は下のこの扇の真ん中、長編みをします。次扇形、でこんな感じで好きな色合わせで編んでいきます。端の近くまで来ました。また足元2つ飛ばして3つ目に扇形、これが最後の扇形、最後は長編み2つ、この鎖の下から3つ目で、色を変える場合は新しい糸で鎖3つ裏返して、でここと同じように編んでいきます。で扇形の真ん中で、この扇形の間、ここに扇形で、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んだらまた糸を変えてしばらく編んでいきます。30段編んできました。長さは約36センチ。ちなみにこの状態で長さは65センチ。使う時にはもうちょっと伸びるので、こんな感じになると思います。好みの幅になるまで編んでいきます。次はこの横の糸、これを処理していきます。他はしてしまっています。
この隣り合っているところを結んでおきます。で、それぞれの色のところに隠していきます。で、このピンクはピンクの色のところ、これも同じようにで全部糸始末が終わったら、今度はこれを袋状にしていきます。まだ表と裏がないので、やりやすい方向から編んでいきます。で、長い糸が出ている方を右にします。で、端は鎖、下から3つ目に針を入れます。1、2、3。で、向こうで、糸を引き出します。鎖を1つ、ちょっと小さめにしておきます。で、ここから引き抜き編みで合わせていきます。隣、向こう側も隣、糸を引き出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。これでとつながりました。次からも同じ、隣、次はここ、このスリットも針を入れて向こう側と合わせます。で、これを続けてここまで編んでいきます。端まで編んできました。少し長めに糸を切って、これをとじ針で隠していきます。端はもう一回糸を通してしっかりとで、これを隠して終わりです。これでつながりました。もう一方もつなげていきます。まず鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に
針を入れます。で、向こうの端、新しい糸、できれば同じ色がいいかと思います。糸を引き出して鎖を一つ小さくしておきます。このまま隣、向こう側も隣、引き抜きます。これでこことここで、次はこの鎖2つの下、まず引き抜き編み、で次はここにもう1回つなげたいんですが、引き抜き編みを2回連続できないので、鎖を1つで、次のこの長編み3つ入ったところ、向こうもで引き抜き編み、こんな感じでつなげました。でまた鎖2つの下、次は引き抜き編みで、また引き抜き編みを2回連続できないので、鎖1つで、次の長編みの下、向こうも同じ、こんな感じでつながります。でまた鎖2つの下、引き抜き編みで、鎖1つで、長編み3つの下、次また引き抜き編み、鎖1つで、長編みの下、これで端まで合わせていきます。両方引き抜き編みをして袋状になったら、これを裏返します。この合わせたところを内側にします。今表が上になっています。でさっきのここに2本あるので、これを結んで、ここを細編みしていくので、その時に編みくるんでいきます。でここもで、私はこの糸でハンドル部分を作ろうと思っています。でお好きな糸で編んでください。縫い合わせたところ、糸を出してきて、鎖1つ細編みをしていきます。次はこの鎖3つあるところ、ここには2つ細編みをします。この糸端は編みくるんでいっても大丈夫です。でちょっときつめの方がいいかと思います。
またこの長編みには細編み2つ。次この鎖の横も細編み2つ。この長編みも細編み2つで、これで1周します。1周編んできました。最初の細編みに引き抜きます。これで縁の1周目が終わりました。あと何周か同じように編もうと思っています。バランスを見て何周か決めていくんですが、糸の残りの関係もあるので、それも考えて何周か編んでいこうと思っています。細編みを3周編んできました。長さは約2センチ。次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。まず脇を決めてマーカーをつけます。反対側も模様を見て真ん中にマーカーをつけます。で、この部分を3つに分けてマーカーをつけます。で、これを目安にして体に当ててみたりしてでイメージした幅にします。私の場合はもうちょっとここを広くしたいので一つだけ外側にずらしてでハンドルを作っていこうかと思います。反対側も同じ。こういうバランスで作っていきます。ちなみにこの間隔は11センチで、こっちも11センチ、真ん中は13センチ、これぐらいでやっていきます。これは好みの幅にしてください。で、この脇につけたマーカーは必要なくなるので外しておきます。で、糸が出ているところから続けて細編みをしていきます。今までと同じように細編みで、このままマーカーの手前までここまで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。マーカーのところにも細編みをします。で、次から鎖を編んでいきます。この鎖はハンドルの長さになります。で、まず1つ目の鎖、その前に今細編みを編んだ糸、ここにマーカーをつけておきます。細編みと長い糸の間、この状態で鎖を1つ、これで1つ目の鎖にマーカーがつきました。で、次からまた鎖を編んでいきます。この時の鎖はあまりきつくしない方が後でやりやすいです。で、この長さはまずだいたい40センチぐらい編んで、でここで仮に留めてみて、で体に当ててみて、そこからちょっと長くしたり短くしたりしてイメージ通りの長さにします。で、しばらく編んでいきます。鎖編みを50に編んできました。長さは約38センチ。これは出来上がった時よりも使い始めの方が少し伸びるので、好みの長さよりも少し短くしました。
次はねじれていないか確かめて、でつなぎます。今マーカーのついているところで、この最後の鎖、ここにまたマーカーをつけておきます。これが最後の鎖で、つなぐときにはこっちが鎖、こっちが長い糸で、このマーカーのついているところ、手前から向こうに針を入れます。でこっちが鎖、長い糸で細編みでつなぎます。でこんな感じになっています。次からまた細編みをしていきます。でこのまま細編みを続けて、反対側ここまで来たらまたマーカーのところにも細編みを編んで、こっちと同じ数だけ鎖を編んで、でつないで最初の細編みのところまで、ここまで来たらまた引き抜いて鎖一つ、細編みを編んで、この鎖の出ている手前まで、手前の手前まで、ここまで編んでいきます。鎖の根元まで来ました。次はこことここで2つを1つにしてカーブを作ります。この鎖の出ている細編みを飛ばして、その両脇、まずこの鎖の出ている細編みの手前、ここから糸を出します。次はこの1つ目の鎖、マーカーがついているところ、ここから糸を出します。で一度に引き抜きます。まずここ糸を出して、次はこの1つ目の鎖、マーカーのついているところで、表からでも裏からでも大丈夫です。私は裏から糸を出します。今針に糸が3本かかっています。これを一度に引き抜いて、これでカーブができました。ここから鎖一つずつに一つずつ細編みをしていきます。で今引き抜いたところ、ここに一応マーカーをつけておきます。引き抜いた糸で、次からは一つずつ、小さくなってやりにくいと思うんですが、一つずつこのまま細編みを続けて、マーカーの手前の鎖まで細編みをしていきます。反対側の付け根まで来ました。またここでカーブを作ります。
まずこの最後の鎖、ここから糸を出して、次はここから糸を出して2つを1つにします。ここには編まないで、こことここ、まずマーカーのついている鎖で糸を出します。次はこれを一度に引き抜いてカーブができました。でこちらではこの今引き抜いた糸にマーカーをつけたんですが、ここをもう一周細編みをするときにはこのマーカーのついたところをスキップして、こことここで2つを1つにします。でこの一周でいい場合にはこれは必要なくなります。後でこの内側を細編みで一周するので、これぐらいの太さ、これぐらいで十分なようなので、今回はここを一周にして後で内側を一周、そういう感じで編んでいこうと思っています。でここからは普通の細編みで、このまま反対側も同じように編んでいきます。ここから糸を出して1つ目の鎖からも糸を出して一度にします。で細編みを編んで、こちらでも最後の鎖、こことここで一度に引き抜いて数を減らします。で細編みを編んでスタートしたところの手前まで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。最後に針で始末します。少し長めに糸を切って、で最後の細編みから糸を抜きます。1つ目の細編みの隣、ここに手前から向こうに針を入れます。でこれが最後の細編み、最後の細編みに上から針を入れます。上から針を入れて細編みの中を通します。でこれが一つに見えるように調節します。であとはほどけないように固定します。最後に内側を細編みで一周します。でここら辺から始めていきます。で新しい糸、鎖1つ、細編みで、この糸端は編みくるんでも大丈夫です。で私は今回そのままにしておきます。細編み、次も細編み、次はここでもカーブを作ります。これが角、この前後で糸を出して一つにします。こことこの列のここ、まずここ、次はここの端、
入れにくいと思います。で、一度に引き抜いてカーブができました。次はこの列の端、ここぐらいで穴があまり目立たないようにすくっていきます。で、次から一つずつこのままずっと編んでここまで編んでいきます。反対側まで来ました。またここで2つを1つにします。まずここ、次はここ、一度に引き抜いてカーブができました。次からは一つに一つずつで、このまま細編みを続けます。スタートしたところまで編んでいったらまたとじ針で始末します。これができたら反対側同じように内側を編んでいきます。こんな感じになりました。とても柔らかな色の組み合わせで楽しいバッグができました。大きさは少し大きめでとても便利なサイズになっています。で、サイズを測りました。本体の上から下までは32、横幅は38、この内側は52、重さは 260g。 最後までご視聴ありがとうございました。登録と高評価をお願いいたします。